朝の光が図書館の窓から静かに差し込んでいた。開館前の図書館はいつも特別な静けさに包まれている。さくらは毎朝この時間に館内の掃除をするのが日課だった。本棚を軽く拭きながら、今日はどんな一日になるだろうと考えることが多かった。北山図書館は駅から歩いて10分ほどの場所にある小さな図書館だ。白い壁と大きな窓が特徴で、天気のいい日には館内まで明るい光が差し込む。山口さくらは大学を卒業してからこの図書館で働き始めた。まだ働き始めて3ヶ月しか経っていない。この町には知り合いがほとんどいなかった。実家からは電車で3時間ほど離れていて、休みの日も一人で過ごすことが多い。最初の頃は新しい生活に慣れず、少し寂しい気持ちになることもあった。しかし、図書館で働くうちに、その寂しさは少しずつ小さくなっていった。さくらの仕事は、返された本を棚に戻すことだ。静かな図書館の中で本を一冊ずつ棚に戻す時間がさくらは好きだった。本棚の間を歩いていると、まるでたくさんの物語に囲まれているような気持ちになる。本にはそれぞれ読んだ人の時間が残っている気がします。さくらはそんなことを先輩の田中和子さんに話したことがあった。田中さんは笑いながら、あなたらしい考え方ね、と言ってくれた。図書館には毎日いろいろな人が訪れる。本を読みに来る学生、静かな時間を求める年配の人、絵本を選ぶ親子。さくらはそんな人たちの姿を見るのも好きだった。自分にはまだこの町に大切な人と呼べる人がいない。でも図書館に来る人たちを見ていると少しだけ心が温かくなった。ある日の午後、さくらは返却された本を台車で運んでいた。窓の外では柔らかい秋の風が木の葉を揺らしていた。台車の中に古い詩集が一冊あった。表紙は色あせていて、角も少し丸くなっている。何度も読まれてきたことが一目でわかった。タイトルは故郷の詩集。さくらはその本を棚に戻す前に軽くページをめくってみた。古い本には時々しおりやメモが挟まっていることがある。それを見つけるのもこの仕事の小さな楽しみの一つだった。ページをめくっていると、ふと一枚の紙が本の間から滑り落ちた。紙は床に落ちる前にさくらの手のひらにふわりと収まった。その紙は古い便箋のようだった。少し黄色くなっていて、折り目がはっきりと残っている。さくらは紙をゆっくりと開いてみた。そこには丁寧な字で短いメッセージが書かれていた。これを見つけた方へ。もし中村悦子という人を知っていたら伝えてください。本当にごめんなさい。
もう一度会いたいです。名前はどこにも書かれていなかった。さくらはしばらくの間、紙を見つめたまま動くことができなかった。これは誰がいつ書いたものだろう。そして中村悦子とは一体どんな人なのだろう。さくらの心の中に小さな疑問が生まれた。その疑問は簡単には消えそうになかった。窓の外の風はもう夕方の冷たさを含んでいた。さくらは紙をそっとポケットにしまい、残りの仕事を続けた。気づけば周りはすっかり静かになっていて、閉館の時間が近づいていた。それでもさくらはその日の仕事が終わるまでメッセージのことを考え続けた。次の日、さくらは先輩の司書田中和子さんにその紙を見せることにした。田中さんはこの図書館でもう30年近く働いているベテランの司書だ。白髪の混じった髪を後ろでまとめ、いつも穏やかな笑顔を浮かべている。田中さん、少しよろしいですか？あら、さくらさん。どうしたの？さくらは昨日見つけた紙をそっと田中さんに差し出した。田中さんは老眼鏡をかけ直し、ゆっくりと文字を読んだ。読み終えると、田中さんは少し驚いた顔をした。中村悦子さんね。懐かしい名前だわ。知っているんですか？とさくらは聞いた。もちろん。昔は毎週のように来ていた常連さんだったから。田中さんは遠くを見るような目をした。田中さんの声には当時を懐かしむような温かい響きがあった。悦子さんはこの故郷の詩集が大好きな本だったのよ。いつも同じ席に座って静かにページをめくっていたわ。さくらはその光景を思い浮かべてみた。静かに本を読む一人の女性の姿が目に浮かぶようだった。でも、5年ぐらい前から急に来なくなったの。何かあったんですか？田中さんは少し困ったような顔をした。はっきりとはわからないの。でも、悦子さんのお孫さんと何か揉め事があったって噂で聞いたことがあるわ。お孫さんですか？ええ。舞さんという名前だったはず。二人はとても仲が良かったのに、急にそれきりになってしまったみたい。田中さんは小さくため息をついた。あんなに仲の良かった二人がどうしてそんなことになったのか、私にもわからないの。さくらは手元の紙をもう一度見た。本当にごめんなさい。もう一度会いたいです。この言葉は悦子さんが書いたものなのだろうか。それとも誰か別の人が悦子さんに向けて書いたものなのだろうか。どちらだとしても、この言葉には深い後悔が込められているように感じた。この本の貸し出し記録、古いものも残っていますか？
とさくらは聞いた。昔のノートなら資料室に残っているはずよ。見てみたいです。いいけれど、あまり期待しすぎないでね。と田中さんは少し心配そうに言った。さくらは田中さんにお礼を言って資料室へ向かった。廊下を歩きながら心臓が少し早く動いているのを感じた。自分でもよくわからない好奇心がさくらの足を資料室へと進めていた。資料室は図書館の奥にある小さな部屋だった。棚には古い貸し出しノートが年代順にきれいに並んでいる。さくらは5年以上前のノートを一冊ずつ手に取った。埃の匂いがかすかに鼻をくすぐった。資料室には誰もいなかった。聞こえるのはさくら自身が紙をめくる音だけだった。故郷の詩集のページを見つけると、そこには悦子さんの名前が何度も書かれていた。毎週のように同じ本を借りていたことが記録からもわかった。しかし、ある月を境に悦子さんの名前はパタリと消えていた。その代わりに一つだけ見慣れない名前があった。中村舞。さくらはその名前をじっと見つめた。何か大切な手がかりがそこに隠れているような気がした。舞さんはその月に一度だけこの本を借りていた。さくらはその日付を手帳にそっとメモした。ノートのページの隣には一枚の古い新聞の切り抜きが挟まっていた。見出しには若者、海外へ。街を出る若者が増加と書かれていた。記事の日付は舞さんが本を借りた日付とほぼ同じだった。さくらはその切り抜きを持ってもう一度田中さんのところへ戻った。田中さん、この記事について何か知っていますか？田中さんは切り抜きを見て小さくうなずいた。ああ、そうそう。舞さんはその頃海外で働くことを決めたのよ。悦子さんはそれに反対だったんですか？反対というより心配だったんでしょうね。悦子さんは舞さんについ強い言葉を言ってしまったみたいなの。二人はそれきり話さなくなったって聞いたことがあるわ。さくらの中で点と点が少しずつつながり始めた。もしかしたらあの紙を書いたのは悦子さんではなく舞さんなのかもしれない。舞さんは海外へ行く前にこの本にメッセージを残したのではないだろうか。悦子さんがいつかこの本を読み返して見つけてくれることを願って。でも悦子さんはその後二度と図書館に来なかった。だからメッセージは5年以上誰にも読まれないまま本の中で眠っていたのだ。古いノートのページにはたくさんの人の名前が丁寧な字で記録されていた。その一つ一つにきっとそれぞれの物語があるのだろう。さくらはその事実に
胸が締め付けられる思いがした。一冊の本の中に、こんなにも長い間、誰かの気持ちが隠れていたなんて。資料室の窓からは、夕焼けの光が静かに差し込んでいた。さくらは窓の外を見た。夕暮れの光が少しずつ空の色を変えていく。このままにしておくことはできないと、さくらは思った。誰かがこの気持ちを悦子さんに届けなければならない。さくらはそっと心を決めた。さくらはこの気持ちのまま仕事を続けることができなかった。田中さん、悦子さんの連絡先わかりますか？田中さんは少し驚いた顔をしたが、古い利用者カードを探してくれた。カードには悦子さんの住所が古い字で書かれていた。本当に会いに行くつもりなの？はい。この気持ちを伝えなければいけない気がします。田中さんは少しの間黙っていた。それから静かに言った。わかったわ。気をつけてね。仕事が終わった後、さくらはその住所へ向かった。悦子さんの家は図書館から歩いて20分ほどの静かな住宅街にあった。小さな庭には季節の花がきれいに植えられている。その庭を見ただけで、悦子さんが丁寧に暮らしていることが伝わってきた。悦子さんの家へ向かう道すがら、さくらの足取りはいつもより重かった。本当にこれでいいのだろうか、と何度も自分に問いかけた。でも、あのメッセージをこのままにしておくことはできない。さくらはそう思って足を進め続けた。玄関の前でさくらは少しの間立ち止まった。深呼吸をしてからチャイムを押した。少しして玄関のドアが開き、年配の女性が顔を出した。どちら様でしょうか？突然すみません。図書館のものです。悦子さんの表情は少し硬かった。図書館の何かご用でしょうか？さくらは深呼吸をしてから本の話を始めた。故郷の詩集という本の中にメッセージが挟まっていたことを伝えた。その瞬間、悦子さんの顔色がはっきりと変わった。その本をまだ持っているんですか？はい。今日はこれを伝えたくて来ました。さくらが紙の内容を話し始めると、悦子さんは急に手を挙げた。もういいです。すみません。でも、帰ってください。悦子さんの声ははっきりと震えていた。さくらはそれ以上何も言えなくなった。悦子さんの目にはうっすらと涙が浮かんでいた。その涙の意味をさくらにはすぐには理解できなかった。さくらは何度も悦子さんの言葉を頭の中で繰り返した。帰ってくださいという言葉の奥に何か別の感情が隠れている気がしてならなかった。さくらは
静かに頭を下げてその場を離れた。帰り道、夕方の空はオレンジ色に染まっていた。でも、さくらの心にはその美しさが少しも届かなかった。帰り道、さくらの心は重かった。余計なことをしてしまったのではないか、と何度も考えた。次の日、さくらは田中さんに昨日のことを正直に話した。田中さんは静かに最後まで話を聞いてくれた。悦子さんはずっと舞さんが自分を許していないと思っているのかもしれないわね。でも本当は逆だったんですね。ええ。謝りたかったのは舞さんの方だったのよ。さくらはもう一度あのメッセージをゆっくりと読み直した。本当にごめんなさい。もう一度会いたいです。この言葉の意味が少しずつはっきりと見えてきた。舞さんは強い言葉を言われたことよりも悦子さんを心配させたことをずっと後悔していたのかもしれない。しかし海外へ行く前に直接謝る勇気が出なかったのだろう。だから二人がいつも一緒に読んでいた本に自分の気持ちを託したのだ。さくらは田中さんに聞いた。舞さんは今も海外にいるんでしょうか。詳しくはわからないけれど、共通の知り合いなら何か知っているかもしれないわ。田中さんは悦子さんの古い友人で、今も図書館によく来る山本さんという女性をさくらに紹介してくれた。山本さんは悦子さんとは若い頃からの友人だという。山本さんは70歳ぐらいの明るい印象の女性だった。話を聞くと山本さんは少し驚いた顔をした。舞さんね。今も海外にいるはずよ。でも、去年一度だけ日本に帰ってきたって聞いたわ。その時、悦子さんに会いに来なかったんですか。山本さんの声には、悦子さんを心から心配する気持ちがはっきりと現れていた。さくらはその様子を見て、二人の長い友情を感じた。来たみたいよ。でも、悦子さんの家の前まで来て、結局、そのまま帰ってしまったって。さくらはその話を聞いて、切ない気持ちになった。どうして会わずに帰ってしまったんでしょうか。きっと勇気が出なかったんでしょうね。と山本さんは静かに言った。悦子さんと同じように。さくらはその言葉に深くうなずいた。本当は二人ともずっと同じ場所で立ち止まったままだったのかもしれない。さくらは資料室で見つけた新聞の切り抜きをもう一度思い出した。あの記事の中の若者たちにもそれぞれ家族との物語があったのだろう。二人とも同じ気持ちを抱えたまま5年以上すれ違い続けていたのだ。すぐそこまで来ていたのに会えなかった二人のことを思うと、さくらの胸は少し痛んだ。
もう一度だけ悦子さんに会いに行こう。さくらはそう決めた。今度は一人ではなく山本さんと一緒に。さくらはもう一度悦子さんに会いに行くことにした。今度は山本さんも一緒に来てくれた。悦子さんの家に着くと、玄関の前で山本さんが先にチャイムを押した。ドアが開き、悦子さんは二人の顔を見て驚いた様子だった。あら、山本さん。それに、また来たの。今日だけ話を聞いてください。とさくらは言った。悦子さんは少しためらったが、二人を家に入れてくれた。三人は居間のテーブルを囲んで座った。テーブルの上には湯気の立つお茶が三つ並んでいた。さくらはカバンからあの紙をそっと取り出した。これは舞さんが書いたものだと私は思います。悦子さんの手が小さく震えた。さくらはゆっくりとメッセージを読み上げた。これを見つけた方へ。もし中村悦子という人を知っていたら伝えてください。本当にごめんなさい。もう一度会いたいです。読み終えた後、部屋の中はしばらく静かなままだった。悦子さんはしばらく何も言わなかった。舞は私を許していないとずっと思っていました。私がひどいことを言ったから。あの子が海外に行くと言ったとき、私はひどく怖くなってしまって、気づいたら傷つく言葉をたくさん言ってしまっていたんです。あの子は本当に優しい子だったんです。悦子さんは遠い記憶をたどるように静かに話した。小さい頃からいつも私の隣で本を読んでいました。さくらはその言葉を静かに聞いていた。山本さんが静かに口を開いた。舞さんは去年日本に帰ってきたのよ。あなたに会いにこの家の前まで来たの。悦子さんは大きく目を見開いた。知りませんでした。どうして教えてくれなかったの？舞さんも勇気が出なかったんだと思います。とさくらは言った。悦子さんと同じように。悦子さんの目から涙が静かにこぼれた。私たちは二人とも同じことを思っていたのね。謝りたい。もう一度会いたい。悦子さんは震える声で続けた。あの子を傷つけたくなかっただけなのに。山本さんも悦子さんの肩にそっと手を置いた。悦子さんは両手で顔を覆った。しばらくして悦子さんは顔を上げた。その目にはこれまでとは違う強い光があった。さくらは悦子さんに静かに言った。今からでも遅くないと思います。悦子さんは小さく、しかしはっきりとうなずいた。その夜、悦子さんは
古い電話帳を取り出した。しかし、舞さんの今の連絡先はどこにも載っていなかった。山本さんが共通の友人に連絡してみると言ってくれた。数日後、山本さんから舞さんのメールアドレスが分かったという連絡があった。悦子さんはパソコンがあまり得意ではなかったので、さくらがメールを書く手伝いをすることになった。二人は図書館の小さな作業室でパソコンの前に座った。小さな窓から午後の光が机の上に差し込んでいた。悦子さんは何度も書き直しながら自分の言葉で気持ちを伝えようとした。舞へ。図書館であなたが残してくれたメッセージを見つけました。今まで気づかなくて本当にごめんなさい。もう一度あなたに会いたいです。メールを送り終えると、悦子さんは大きく息をついた。返事が来るかわからないけれど、さくらは画面に映る短いメールの文章を何度も読み返した。きっと大丈夫だと思います。とさくらは言った。3日後、悦子さんから図書館に電話がかかってきた。舞から返事が来ました。その声はこれまでよりもずっと明るかった。今度日本に帰ってくるときに会いに来てくれるそうです。さくらは受話器を握りしめたまま思わず笑顔になった。よかったです。本当に。ありがとう。あなたがあの本を見つけてくれなかったら、私たちはずっとこのままだったと思います。さくらはその言葉に胸が温かくなるのを感じた。私は少しお手伝いをしただけです。気持ちを伝えたのは悦子さんと舞さんです。電話の向こうで悦子さんが小さく笑う声が聞こえた。そうね。でもあなたがきっかけをくれたのよ。さくらはその言葉を聞きながら、この仕事を選んでよかったと心から思った。それから2ヶ月ほどが過ぎた。ある晴れた午後、図書館の入り口に見覚えのある人が立っていた。悦子さんだった。そしてその隣にはもう一人若い女性が立っていた。舞です。とその女性は少し照れたように言った。さくらは驚きながらも自然と笑顔になった。いらっしゃいませ。悦子さんは久しぶりに故郷の詩集を手に取った。この本には本当にお世話になりました。舞さんも静かにうなずいた。二人の間には以前とは違う穏やかな空気が流れていた。二人は並んで窓の近くの席に座った。さくらはその様子を見ながら棚に本を戻す作業を続けた。窓から差し込む光が二人の姿を柔らかく照らしていた。一冊の本の中に5年以上も眠っていた言葉が二人の関係をもう一度つないだ。静かな図書館の中でまた一つ
小さな物語が生まれていた。さくらは窓から差し込む光を見ながらそっと思った。本棚に並ぶ一冊一冊にもまだ知らない誰かの物語がきっと隠れている。その日からさくらは本を棚に戻すとき、少しだけ丁寧にページをめくるようになった。もしかしたら次に見つけるのはまた別の誰かの物語かもしれない。そう思うと、この静かな仕事が前よりも少しだけ特別なものに感じられた。その夜、さくらは田中さんに今日あったことを話した。田中さんは優しく微笑みながら聞いてくれた。あなたがこの図書館に来てくれて本当によかったわ。さくらはその言葉に少し照れながら笑顔で答えた。外では柔らかい風が吹いていて、木の葉が静かに揺れていた。図書館の一日は今日も静かに終わろうとしていた。